ご理解第53節。信心すれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多い。知ったおかげより知らぬおかげが多いぞ。後で考えて、あれもおかげであった、これもおかげであったということがわかるようになる。そうなれば本当の信者じゃ。一切親愛論からいただけば、あれもおかげ、これもおかげとわかりますが、どれほどの深さ重さをもっておかげを実感できるかということに限りない信心の精進が求められるゆえんです。限りない信心の精進が求められると師匠は教えておられます。その限りない信心の精進がいるということを教えてくださる。それが師匠の教詣であると思いますね。今朝は変わったことを教えていただきましたが、それは今教会で信徒の方がなかなか増えない。どうして信徒の方が増えないのかというその疑問に対して神様から教えていただいたように思います。それは例えば教会というところをお店ですか、お店に例えるといたしましょうか。その時にそのお店にお客さんが来られる。何をしに来られるか。何かを買いに来られるわけですね。それでもしお店を新しく開けるとしましょうか。今までお店があってもいいですけれども、そのお店に売るものが何にも陳列されていない。売るべき商品がない。その売るべき商品がないところにお客さんは買いに来ないということなのですね。あそこに行ったらこれが買える。例えばあそこに行ったらお味噌が買える。あそこに行ってお米を買う。またはスマホならスマホ、何でもいいですけれども、その商品というのか、自分が必要とするものを買いに行く。お客さんが足を運んでくださるのは、そのこちらに売り物がある。その売り物をお客さんが求めて来られる。というのですね。それが物である場合もあれば、人である場合もあると。例えば水商売といたしましょうか。その場合にはなるほどお酒を飲みに行くのでしょうけれども、それは単にお酒を飲みに行くというより、そこのホストの方であったり、ホステスの方であったり、その人に会いたい、いわゆる接待を受けたいという思いで通うことが多いであろうと。そこに馴染みの客もできる。それはお酒を飲むために来るというより、そのホストであったりホステスの方を目当てに来ると。教会も同じで、そこの取り次ぎ者に魅力があり、その取り次ぎ者に魅力を感じて人が集まってくるということもあると。大抵の場合はそれほどその取り次ぎ者に魅力があるとも思えませんけれども、そういう魅力のある取り次ぎ者と言われる方も確かにおられますね。師匠などがやはりそうでした。大変魅力のある方でした。私も師匠がおられたからこそ、師匠に会うために
お参りをしていたようなものですね。普通のお店はそのお店に何かを買いに行くためにお客さんが来るものだと。もし店を開けたとしても、店の前にあるいは中にでも売るものを何にも陳列してない。それでただお客さんが来ますようにと、お客さん来てくださいと言っても、そのお店に行って買い物をするものが、買うものがないのだから、売るものがないのだから、誰も寄ってこない。お客さんが増えないのは道理だと。いわゆるそのお店に売るべきものがないから、お客さんが買うべきものがないから、その増えないのだと。まあ、よろず相談所のようなところになっているところも確かにありますね。相談事を受け付けて、それで心が少し楽になって、まあカウンセラーのようなことでしょうかね。それはそれで良いのでしょうけれども、まずお客さんが増えない第一の原因は、そのお店に売るべきものを持っていない、商品がないということがお客さんが来ない第一の原因だと今日は教えていただきました。では何を、例えば教会として何を商品とするのか、今日教えていただきますのは、教会として売るべきもの、商品とするべきもの、それは一つには見教えだと、そして一つにはおかげだと。教会が教会として機能するというのでしょうか。そのためにはまず見教えというものを人が求めてくるようになる。そしてまたあそこに行ったらおかげがいただけれるというそのおかげ。この見教えとおかげ、この二つを商品にしていきなさいと。そうすれば必ず人も増えると。買いに来る人も増えると。その二つの商品がないから増えないのだということを教えていただきました。どうでも心していかねばならないことですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。